こんにちは、斉藤直樹です。今回は厚塗りのコツということで、漫画家の板垣圭介先生からご依頼をいただきまして、なんと、週刊少年チャンピオンで連載中のバキらへんの記念すべき単行本1巻の表紙イラストの着彩をしていこうと思います。その着彩を通してですね、厚塗りについてのコツをお伝えしていければと思っております。でね、早速ですが、今回塗っていく厚塗りの元になる板垣先生書き下ろしの線画の紹介をしちゃいましょう。ドドン！はい、こちらになります。はい、主人公のバキくんのイラストですね。バキくんですね、実はまだ18歳で成人してないんですよね。なので、ちょっとあどけない表情を残しつつも、相手をじっとね、見透かすような強い目線が特徴的です。いやー、板垣先生の線画、まだね、色塗ってないんですけど、すごく立体感や筋肉の起伏が表現されていて、どうやって塗ろうかなーってね、この段階でね、もうワクワクさせられるような感じがして、もうね、すごく大好きなんですが、ここから色を塗ることで、さらに立体感や、あとはね、バキくんの色っぽさみたいなところも表現しつつ、解説を加えていこうと思います。今回の動画を見ていただければ、厚塗りはしたいんだけど、でもどうやったらかっこいい厚塗りになるのか、ちょっとわかんないんだよな、というお悩みを払拭して、こうやったら厚く塗り重ねているような、かっちょいいイラストが描けるのか。俺もできそうな感じがしてきた。書いてみようってね、新たな扉を開く糸口にしていただけると思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。最初は大雑把に塗る。まず最初にして一番大事なポイントなんですが、厚塗りって聞くとね、最初から色々な色を混色して複雑に塗り重ねなきゃいけないって思っている人がいると思うんですが、それ完全に間違ってますよ。いくら厚塗りといえども、最初は至って単純。まずは全体をベターっと一色で塗って地の色を塗っていきます。で、全体の色分けが終わったら、はい、こんな風にですね、ここは明るいところ、ここは暗いところって感じでね、ものすごく大雑把に光と影の面を分けちゃいましょう。最初にね、これをやらずに細かい部分を塗っていっちゃうと、すごく平面的で立体感のないイラストになっちゃいます。これがまず最初に気をつけるべきポイントですね。薄い影を入れる。さあ、今回はポイントが多いので、サクサク進めていきましょう。最初に大雑把な陰影を塗ったので、大まかな立体感は表現できましたが、細かい起伏がまだ表現できていません。なので、最初に塗った陰影よりも、より微妙な陰影、薄い影を入れていきます。例えば、ほっぺたの下の面は、少しだけ下を向いている面になるので、ほっぺたの上の面よりも、ちょっとだけ暗くなるはずです。首の喉仏の凹凸や、あとは胸鎖乳突筋の部分も、バキは筋肉質で起伏に富んでいるので、ここも陰影を追加した方がよりムキムキに見えると思います。小鼻の膨らみを表す陰影や首元の影なんかもこの状態で追加していきましょう。線をね、描くことに慣れすぎていると、こういう細かな陰影を捉えることに慣れていない人もいると思うんですが、改めて自分の顔を鏡で見てみてください。はい。珍しくね、メガネを取った僕の顔なんですが、左側、全部明るい面に見えてると思うんですが、よーく見てみると、ほっぺたにも起伏がありますから、上の面と下の面で若干明るさが変わっているのがお分かりいただけると思います。あんまり陰影がついていないように見えるほっぺたや鼻筋の部分でも面の違いによって色の変化があることに気づくと思いますよ。実際はね、かなり微妙な違いですが、色を塗るときには若干大げさに影をつけてあげるとよりかっこよくなるかもしれません。髪や T シャツについても同じく陰影を追加しておきましょう。反射光を入れる。さて、ここからが結構大きなポイントです。さっきの僕の写真を見てください。光が当たっている左の面はいいんですが、右の影に沈んでいる顔がちょっと暗くくすんじゃって、見栄えが良くない感じになってしまっています。これを防ぐために、プロのカメラマンはですね、レフ板といって、光を反射する素材を影の方に置いて、影の面にも反射光を当てて、肌の色を持ち上げるっていうことをするんですけど、この処理をですね、バキ君にも施していこうと思います。やり方は簡単。今ついている影色よりも少しだけ明るい色を選んで、影面で一番暗くなる部分をわざと少し明るく持ち上げてあげます。
そうすると、ほら、ちょっとくすみがちだった影色がぐぐっと持ち上がって立体的かつ、それだけじゃなくて、ちょっとなんというか透明感がある感じがプラスされたのがお分かりいただけますでしょうか？いやー、これいいでしょ？あとは髪の毛の後ろ髪の部分についても同じように少し明るい色を塗ってあげると光の回り込みが表現できるので、手前の髪の毛との差別化ができてすっきりとした見た目になると思います。今ね、明るくした部分を逆に暗くするっていう手も確かにあるんですが、特に透明感を出したい場合には、こうやって反射光を利用して明るく持ち上げてあげるのがすごく有効ですね。覚えておいてください。両線を濃くする。さて、次は立体感をさらに強くして、厚塗りに迫力を持たせるためのテクニックです。それは、両線を濃くする。っていうことです。両線っていうのは何かっていうと、山で言ったらこの部分、つまり面が変わる部分のことを言います。面が変わる部分の色を少しだけ濃くしてあげるとですね、面の変わり目が強調されるので、よりメリハリの効いたシャープな印象を持たせることができます。わかりやすいところで言うと、鼻筋の縦のラインとか、あとは喉仏の部分に注目してみてください。ここの色を濃くしたことで、ぐぐっと両線が前に持ち上がってきて、立体感が強調されたのがお分かりいただけるのではないでしょうか。ハイライトを入れる。さて、ここまでお伝えしてきたように、厚塗りといったら立体感が大事なわけですが、ここでさらに立体感を一気に強める方法があります。それがハイライト。ハイライトを入れることで、モチーフの立体感はものすごく高まります。じゃあなぜ今までハイライトを入れてこなかったのかっていうと、ハイライトを入れていくところを実際に見ていただければわかると思います。いきますよ。鼻筋、ほっぺた、そして胸元、喉仏、黒目に映るハイライト、そして最後に髪の毛。はい、どうですか？ハイライトを入れることで一気に生命が宿った感じになりましたよね。そうなんです。ハイライトってね、もう入れるだけでキャラクターが生き生きしちゃうんですよ。なので逆に言えば、ハイライトを入れただけで、もう他のところどうでもいいかってなっちゃうんですよ。さっき言った微妙な起伏を表す陰影とか、反射光とか稜線とか、もうね、ハイライト入れた時点で、ちょっとね、どうでもよくなっちゃうので、なのでハイライトは最後に入れた方がいいです。もうそうしないと微妙な変化が失われてしまって、単純な味になっちゃうっていうか、これね、料理に例えると、マヨネーズ。もうね、マヨネーズドバーッとかけて、はい、完成みたいな料理になっちゃうんですよね。なので、ハイライトはマヨネーズに近いと考えてください。コントラストを強める。さあ、色塗りの工程については、今まで解説してきた知識で大体全てなのですが、今の手順通りに進めてきてもですね、改めて絵を見てみると、何かどこか物足りないな、迫力が足りないなって感じることが多いです。これなんでなのかっていうと、十中八九コントラスト、陰影の関係が弱いからですね。なのでここで今一度絵全体をよく見渡してコントラストを強めていく調整をしていくと見栄えが一気に改善することがあります。例えばこのバキ君で言うと髪の毛のハイライトがちょっと弱かったなと思うので、はい、このようにさらに明るい色を追加してコントラストを強めていったり、あとは T シャツの陰影が少し弱かったのでシワをより暗くしてコントラストを強めました。細かいですが光と影の境目、稜線についてもより暗くして面の変わり目を強調してあります。このように段取りだけにこだわらず途中でね、あれ本当に効果出てるかなってね、改めて絵を見返してその都度調整していくことは意外と大事です。光の拡散を追加する。はい。ここも少し短めのワンポイントレッスンなんですが、光の拡散現象についても意識してあげると良いでしょう。たびたびね、僕の写真を参考にしますが、見てください。この部分の色変化、特に光の面から影の面に移り変わる部分の光と影の境目の部分が、はい。よく見ると若干赤みが増して、一段階明るくなっているのがお分かりいただけると思います。
これは光の拡散現象で、内部の血管の色が外に拡散される時に起こる現象なんですが、これを絵にも反映させることで、よりキャラクターが息づいている印象を持たせることができます。やり方はね、いろいろあるんですが、今回はちょっと僕ややこしいやり方をしています。グラデーションマップで一旦絵全体を明るく調整して、その明るくした絵を光の拡散現象が起きる部分にのみ適用するっていうやり方ですね。はい。ちょっとこれね、初心者には分かりづらいので、別の簡単なやり方を解説すると、はい。こんな感じでね、光と影の境目があったら、上にオーバーレイレイヤーかハードライトレイヤーを追加して、で、赤い色を選択して、その色でふわーっとグラデーションをかけて塗ってあげる。はい。これだけで OK です。ちょっとね、今回は複雑な色幅を出したくて、変わったやり方をしたんですが、今やった方法でも十分なので、難しい人はね、今のやり方、やってみてくださいね。線を色になじませる。さて、次の工程で一気に厚塗りっぽくなるのと、あと単純に見ていて楽しい工程かもしれません。線を色になじませて塗り込んでいく工程です。といってもやり方自体は簡単です。今まで線として描かれていた部分をですね、線ではなく一番濃い影として捉えて、周りの光や影に滑らかに溶け込ませていきます。順番は好みによってどこからでもいいんですが、今回は鼻の部分、口の部分、そして輪郭の部分と顔の中身から広げていくように塗り込みを行っていますね。はい。単純と言いましたが、ここが多分一番センスを要する部分です。なんと言ってもね、一番印象が強い部分って線なんですよ。それはなぜかというと、一番陰影がはっきりつく部分だからですね。その一番印象に関わる線をいじることになるので、失敗するとですね、今まで良い絵だったものが印象が一気に崩れて、パッとしない絵になりかねないのもこの工程です。もうね、自分の絵ならともかく、僕は今回よりにもよって漫画界の重鎮、板垣圭介先生の線画をいじっているわけですから、もう絶対に良くするぞ。良くなれ。もっとかっこよくなれ。バキの良さ引き出すぞ。ってね、かなり集中してこの工程を行っています。これですね、過去の思い出をちょっと話すと、僕って意外と空気読めない人間なので、この塗り込み普通にやってるんですが、周りの人からするとね、かなり異常なことをやっているみたいで、最初板垣先生の線の上から色をガシガシ塗り重ねて、はい、これでどうですかって塗りを提出したら、うわー、先生の線を塗りつぶすなんてなんてことするんですかってね、結構な勢いで編集に惹かれました。でもね、その塗りを見た板垣先生が、うおー、こんなの初めて見た、やるな斎藤氏ってね、褒めてくれて、それ以来ね、気に入ってくれてるんですよね。固定概念にとらわれずに、いいものはいいって判断してくださる板垣先生、その柔軟さに感服させられた瞬間でした。はい、顔の中身の部分、全体的な塗り込みが完了し、いい感じに線が馴染んだのではないかと思います。線を塗り込む前と塗り込んだ後、印象の違い見比べてみましょうか。これとこれ、これとこれ、これとこれ。はい、どうでしょう。線だったものが滑らかに影に落とし込まれて、より触れそうで質感を持った実物のような感じに変化したのがお分かりいただけるのではないでしょうか。厚塗りはですね、ここがかなり楽しい工程なので、皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいね。ちなみに特に今回こだわった部分は、唇の柔らかさですね。髪の毛の描き込み。さて、最後に忘れちゃいけません。キャラクターの印象を決定づける部分として、髪の毛の描き込み。ここを忘れちゃいけませんね。板垣先生曰く、バキは男性でありながら、女性的な色っぽさを大事にキャラ作りをしているとのことなので、そういった艶やかさを髪の毛の艶でも表現できると思います。実際にですね、バキの漫画を見ていると、髪の毛の艶、かなり詳細に書き込まれています。週刊連載でね、あんなにも艶を細かく書くのって、普通は避けたくなる部分だと思うんですが、板垣先生はあえてその労力を厭わず、艶を細かく書かれているんですよ。それだけ大事な部分だということで、僕も気合を入れて髪の毛を書き込んでいきますね。線画と塗りとで結構意識を変えなきゃいけないのは、髪の毛の重なり
りです。意外とですね、髪の毛を一層だけ描いてしまうと、髪の毛が頭にペターっと張り付いているみたいな感じになってしまって、立体感がいまいち生まれません。なので、板垣先生の線画には描かれていない部分なんですが、ちょっと僕の判断でですね、髪の毛の層を2層3層と追加していって、エアリーな感じを前髪に追加していっちゃいます。ほらほら、いい感じになってきたでしょ？サイドの明るくなっている部分についても、ここはね、背景に溶け込み気味な部分なので、書き飛ばしてしまってもいい部分なんですが、バキのキャラクターの良さって、なんといっても本当にいるみたいっていう部分だと思うので、リアリティを重視して、きちっと細かく書き込んでいっております。はい。毛先までしっかり神経を研ぎ澄ませて書き込んでいったら、正式以来、プロ絵師がバキらへんの表紙、本気で色を塗ってみた、ハンマバキのイラスト、完成です。はい、いかがでしょうか？陰影がしっかりついて、ハイコントラストに仕上げることができたので、強い印象がありつつも、ふっくらした唇が特徴的で、女性的な魅力も併せ持つ、バキくんの魅力を引き出せた一枚になったのではないかと思います。あとね、ちょっとアップにしてもらうとわかると思うんですが、鼻筋とかね、ほっぺたとか、あとは顎とかね、わざと筆の跡を残して、絵っぽく仕上げたのも、個人的には気に入ってるポイントです。週刊少年チャンピオンで連載中のバキらへん。らへんっていうタイトルからもわかる通り、バキの周辺のキャラクターにスポットライトを当てた作品になっております。僕がね、特に注目しているのが、ジャックハンマー、バキのお兄ちゃんです。ジャックはですね、主人公のお兄ちゃんでありながら、結構ね、不遇な目に遭っているキャラクターなので、報われてほしいなーって、個人的には願っているキャラクターです。板垣圭介先生のバキらへん1巻は、2024年3月に発売とのことなので、この表紙を見かけたらね、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。